はい、セリカさんです。今回はマスターグレードサザビーバージョン過渡期メカニカルクリアを制作していきます。このガンプラを蛍光塗料とシルバーで塗装してブラックライトを当てるとどんな見た目の変化があるのか実験していきます。それでは早速作っていきましょう。今回使用する蛍光塗料を軽く紹介します。塗料はマジックルミノペイントルレッドを使用します。この塗料は最初はホワイトの見た目をしていますが、乾燥すると透明になる性質があります。なので透明パーツの見た目に影響が少なく塗装することができます。乾燥すると表面に透明なフィルムのような塗膜ができます。完全な透明とまではいきませんが、狭い範囲の塗装ならほとんど気にしないで使えます。蛍光塗料なのでブラックライトを当てるとちゃんと発光してくれます。映像では365ナノメーターのブラックライトを使用しています。ブラックライトの波長によってはうまく発光しないこともあるようなので、メーカーのホームページで使用を確認してから購入を検討した方がいいです。塗膜はマジックリンで剥がすことができます。剥がし方は簡単で、マジックリンで塗膜をふやかして剥がすだけです。綿棒などでこすっていれば剥がれていくので、そんなに手間ではないし綺麗に剥がせます。ある程度塗膜を剥がしたらブラックライトを当てて確認します。細かいところは残っていますが、だいたい塗膜は剥がれました。このように割と気軽に塗装に使える面白い塗料です。塗料の紹介が終わったのでパーツに塗装していきます。今回はパーツがランナーについた状態で作業していきます。塗装方法はパーツの縁を筆で塗装するだけなので、この状態でも作業できます。パーツを切り離すと管理が面倒なので、この塗装だとこの状態の方が塗装がやりやすいです。塗料は薄めないでそのまま原液を使用しています。塗装が終わったらランナーのまま乾燥させます。パーツを切り離していると一個一個持ち手をつけて乾燥させないといけないですが、これなら置くだけでいいので管理が楽です。パーツをなくす心配がないのも安心です。乾燥したらブラックライトを当てて塗装してないパーツがあるか確認します。動画などを見ながら作業していると忘れている時があるので確認しておいた方がいいです。ついでなので筆の洗浄についても解説しておきます。筆はマジックリンで洗ってから最後に水できれいにします。これでだいたいきれいになりますが、筆の根元に塗料の塊ができていたりするので、爪楊枝なので落としてください。気になる人は100均の筆でもいいので、この塗料専用の筆を用意した方がいいです。洗浄した後はブラックライトを当てて確認します。穂先に塗料が残ってなければ大丈夫です。筆の根元には前回の動画で使用したグリーンの蛍光塗料が残っていますが、綺麗にするのが面倒なので放置しているだけです。ここまで終わったら次に仮組みをしていきます。仮組み状態を確認します。外装が透明のクリアパーツで、先にマジックルミノペイントを塗装していますが、ほとんど見た目に影響はありません。内部フレームは主にブラックのパーツが採用されていますが、一部分はシルバーのパーツが使われています。ブラックライトを当てるとこのようになります。ランナーの状態で塗装してから組み立てても問題なく発光してくれます。パーツを切り離す時にニッパーで塗膜を削った時もありましたが、そういう箇所は再度塗装して修正しています。蛍光塗料だけならこれで終わりですが、この後に分解してからパーツ裏側をシルバーで塗装していきます。分解をしていくのですが、ちゃんと部位ごとに分けてケースで管理した方がいいです。パーツが透明で色や形状での判別が難しいので、全部のパーツを1箇所に集めると訳がわからなくなります。前回の動画でニューガンダムのメカニカルクリアを作ったのですが、分解したパーツを1箇所に集めたせいで、再度組み立てる時にどれがどのパーツなのか探すのに苦労しました。普通のガンプラならパーツに色がついて分かりやすいですが、これは分かりにくくなるので、このようにケースで分けておいた方が後々楽になります。ガンプラを分解したらシルバー塗装をしていきます。今回は体半分の外装パーツの裏側にシルバーで塗装していきます。ガンダムのメカニック解説のイラストとかでよくあるような、右半分は内部フレームが見えて、左半分は普通の見た目になるようなイメージです。映像は頭パーツはマスキングしていますが、半分だけ塗料がつくようにテープを貼っています。あと今回はスプレーで塗装するので、表面に塗料がつかないように表面もマスキングをしておきます。マスキングが終わったらパーツを塗装していきます。塗装はカインズの水性スプレーを使用しました。パーツの形状が単純なものは段ボールに貼り付けて塗装していきます。スプレーは照射範囲が広いので、この方法だと時間短縮になるし、塗料の無駄にもならないです。段ボールにパーツを貼るときは分解の時と同じように部位ごとに分けておいた方がいいです。自分の場合は段ボールの余りが少なく分ける余裕がなかったので雑に貼りましたが、組み立てる時にパーツを探すのが少し面倒でした。スプレーだと塗装が難しいパーツは筆で塗装していきます。紙コップにスプレーを噴射して少し塗料を取り出します。塗料が結構跳ね返ってくるので、ちゃんと手袋とかをして外でやった方がいいです。塗料を紙コップに出したら筆でパーツの裏側を塗装していきます。乾くのが割と早いので手早く作業した方がいいです。あと裏側のマスキングが筆で剥がれないように塗る方向にも気をつけて作業しています。と言ってもそこまで敏感にはならずに動画を見ながら塗装していました。使用した筆の洗浄は蛍光塗料の時と同じようにマジックリンで塗料を落としてから水できれいにしています。筆も100均の筆を使って作業したので、気になる人は使い捨てしやすい筆で塗装してください。塗料を1日乾燥させてからマスキングテープを剥がしてパ
ーツを確認します。自分はマスキングテープをたくさん貼るので剥がすのが地味に面倒です。パーツを確認してみましたが特に問題なく塗装できています。このパーツは筆で塗装したものですが、スプレーで直接塗装したパーツもこんな感じでした。これにブラックライトを当てた場合も確認してみます。ブラックライトを当てるとシルバーで塗装したところは明るさが減ったような印象を受けました。シルバーを塗装したことで透明ではなくなって光の透過が抑えられているのが原因だと思います。このパーツの透明な部分は光が透き通って塗装しないところまで光っているように見えるので、もししっかり発光させたいならパーツの裏側も蛍光塗料で塗装する必要があります。あとは組み立てた時にどうなるのか次第ですね。内部フレームは100均のセリアで購入したプラモ用マーカーで簡単に塗装しました。ガンプラ全体の半分は透明のクリアパーツのままなので、少しでも塗装しておけば見栄えが変わります。塗装しやすそうなディティールだけ作業して細かいところまでは塗装していません。少しでも塗装しておけば全体がブラックのままよりは多少派手になります。マーカーなら簡単に部分塗装できるので何種類か持っておくと気軽に作業できます。今回はセリアのマーカーを使いましたが、クレオスのガンダムマーカーなど色々販売されているので探してみるのも面白いと思います。このガンプラには水転写式デカールが付属しているので貼っていきます。デカールは大きめのものを基本的に貼っていきました。シルバーのパーツや透明なパーツだと小さいデカールは見えにくいのでわざわざ貼る必要がないと考えたので貼りませんでした。一応比較のために小さいデカールを貼ってみました。映像だとカメラを近づけているので見えますが、実際組み立てて全体を見た時にほとんど分かりません。デカールの色がついていればまだ目立ちそうですが、付属のデカールはほぼホワイトなのであまり意味ないと思いました。デカールが大きめのものならまだ見えやすいです。もしデカールも強調させたいなら外装パーツを塗装するか、目立つ色のデカールを別途買って貼るなどした方がいいです。こんな感じでデカールを選択して貼っていきました。最後にトップコートを吹きかけます。エアブラシでやっていますがスプレータイプで作業しても大丈夫です。光沢を使わないとパーツが曇ってしまうので注意しましょう。こっちの動画でクリアパーツへのトップコートの実験をしているので、気になったらコメント欄のリンクから確認してください。トップコートが完成したら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。パーツ裏側をシルバーで塗装してみましたが、内部フレームが見えなくなって情報量が少しなくなった代わりに塗装したところは明るくなった印象です。半分だけ塗装したことで見た目が非対称になりますが、内部フレームを見ることもできるし、裏側塗装の両方を楽しめるのでたまにはやってみてもいいと思います。ブラックライトを当てるとこのように発光します。派手なゲーミング感を出したいなら透明なパーツの方が発光がより強調されている印象です。シルバーで塗装した方はユニコーンガンダムみたいな外装の隙間から発光が漏れているような見た目です。ただ遠くから全体を見た場合はゲーミング感という意味ではそこまで違いはないです。全体的に発光はしているので派手ではあります。完全に好みの問題なので目的に合わせてパーツごとに使い分けてみるのも良さそうです。ビームトマホークのエフェクトパーツもブラックライトで発光します。エフェクトパーツが大きいのは迫力があっていいですね。あとせっかくなのでゲーミングニューガンダムも一緒に並べてみました。全然意図してないですがグリーンとレッドなのでちょうど PC パーツ業界の2大グラボメーカーみたいになってますね。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。